れは私たちの夏休み中国旅行編の最後の動画になります。旅行で食事って大事ですよね。外した時のダメージはでかい。今回これは外したとこを最後にお伝えしたいのです。目次はこんな感じ。最初にちょっと嫌な体験をしたレストランだけ紹介して、あとはおすすめできるスポットを順次ご紹介していきます。私たちが買って帰ったお土産もご紹介。まず一番にお伝えしたい行って後悔したレストラン、スペースラブ。中国の先端テックとしてベルトラのツアーでの訪問先にもらっています。写真の左がスペースラブ。トレンドレストランと紹介されてます。私たちが泊まったリッツの向かいにあるヌパーブランドモールの5階にあるのでランチで訪問してみました。写真のレールで食事が流れてくるそうですが、対象はハンバーガーとパスタだけ。しかもレールで来るメニューは店内で食べても紙皿で出てきます。隣の親子連れは頼んだバーガーが冷たかったようで怒ってます。ひょっとしてレンチンかも。私たちが頼んだうどんみたいなパスタは汁気が多いのか、レールでは来ません。回転寿司に慣れた日本人には、レストランコンセプトも今更かんない。店員もやたら数はいるんですが、おしゃべりに夢中です。料理も味というより量で単価を上げている感じで、店員もちょっとなんだかな対応だったりと、総じて旅行中の貴重な一食をここで過ごすのは私たちとしてはお勧めしません。動画をどうぞ。気を取り直して、ここからは上海で私たちが良かったと思う街歩きスポットのご紹介です。まずは南京東路とランドマークの大丸百貨店の近辺から。夏休みの南京東路では、分子連盟、愛される花でお味に、単純通があちこちで押されていました。どっちのドラマも検事の役どころが良かったのよね。2025年8月の中国のサブウェイでは、ブーレイのキャンペーンをやってました。せっかくなので、キャンペーンで食べて、
隠してもらおうと思ったら、南京東能の店舗ではすでに在庫切れでした。ちなみに中国では普通なのかもですが、このサブウェイに行くときに、歩道を普通にバイクが走っていて、衝撃を受けたので動画撮ってしまいました。短い動画ですが、どうぞ。さて、南京東路の大丸百貨店といえば、列に止まったのもウォシュレットがあったからで、ここのそれでは日本人には安心感のない。個室も大きいので、お子さん連れも安心。最後に、南京東路の大丸のハス向かいには、ラブ部でやってたブックマートがあります。上海のみ限定のブックスとか箱ガチャもあるので、軽いお土産には良いかも。大丸が開く10時より早い9時に開くのも便利です。次に、お茶カフェの茶事です。中国はお茶派が一大勢力のようで、あちこちに店舗があります。私は一番人気のVV大香港という紅茶。そこと僕はマニアな人参ウーロンをこのアイスで注文。この人参うどんがすこぶる美味で、私たちはすっかりハマってしまいました。自宅では普段は生プーアル茶を飲んでいましたが、今はいつもお茶を調達している台北のお茶屋さんに人参うどんも注文するようになりました。粗悪なうどん茶に香り付けでごまかせるので、劣悪な土産物もあるようなので、気になる方は繰り返し購入できる、信頼できる中国茶の専門店でどうぞ。私たちがいつもお願いしている台北のお茶屋さんもよければご紹介します。続いては4円です。いつも激混みのイメージですが、朝一で行くと写真の感じで、良い感じ。県内でないですが、4円の周りを歩いた動画があるので、人気をつかんでいただければ。
次は全世界で6店舗しかないスタバのリザーブロースタリーの上海店に行ってきました。中目黒店との比較しかできませんが、ベースのコンセプトは同じながら、いろいろと違うテイストが散りばめられています。巨大焙煎機のタイルパネルは中国感満載の篆書体。リザーブロースタリーの入り口パネルはこんな感じ。メニューはまったみ東京店と同じようにも見えましたが、東京もフロアでメニューが違ったりするので、他フロア限定ものがありそう。写真はどのメニューか覚えてません。私たちは1階の焙煎機前のカウンター席で店内飲食できました。平日のお昼時でしたが、東京店に土曜の午後に行った時と比べると、格段に空いていて、座席の争奪戦もありませんでした。ショップのお土産としては、写真のアイテムを我が家のマグネットボールにつけました。東京店はマグ化できそうなものがステッカーしかなかったので、比べれば満足。店内動画があるので、どうぞ。万円するんだよないね。あ、あったあった。これだよね。違うこれ。あるこれ。最後に今回の旅行でのお土産をご紹介。ブックマークとスタバのグッズの他でぜひご紹介したいのは、センチュリーリンクプラザ地下の点心屋さん。
地下鉄2号線のセンチュリーアベニュー駅と直結です。この小豆餅と翡翠餅がただただ絶品。日持ちをしないので、私たちは帰国前に食べてしまいましたのは、小豆餅は横浜中華街でも好きで食べてましたが、これは美味でした。ガイドさんに教えてもらって、もう一つハマったのがこれ。三角豆腐。大きい箱で買ったのだけど、あっという間になくなってしまいました。これ何というところなんですけど、ガイドさんの説明でもよくわからず、帰国してから調べたところでは、高原のくるみ、浙江省と安徽省の天目山エリアでしか取れない高級ナッツ。ピーカンナッツとウォールナッツのいいとこ取りの美味しさです。と。私たちの夏休みの修学旅行動画シリーズはこれで終了です。5日間の旅行で思ったより取れ高があり、なんと14本の動画集になりました。視聴、コメントいただけた方、皆さんありがとうございました。私たち夫婦の記録動画が発端ですが、他の動画も感想等いただけたらとても嬉しいです。引き続き国内外のお出かけ動画を上げていきますのでよろしくです。またね。